はい、チキドマケナンジョです。今日もとっくん来てくれてます。はい、お願いします。よろしくお願いします。そして今回アルゴファイルジャパン市村社長にも来ていただいております。よろしくお願いします。お邪魔いたします。遠慮はるばるありがとうございます。とんでもない。さあ、ここ後ろね、ロゴも載っけておりますけれども、下の社名が旧社名になってるんですよ。あアルゴフワイルジアパン。あ、本当だ。うちの会社っていうのは、はい1979年創業、はいはいその時はカタカナの社名に登記で、へ小文字が使えなかったんですよ。え、知らなかった。そのぐらい前からやってるアルゴフワイルジアパンがずーっと正式社名。本当だ、アルゴフワイルジアパンだ。今はアルゴファイルジャパンに、はい、登記変えました。こののっけから結構深い話聞かれてましたで、うちの動画でもね、毎回社長の寸劇を入れるっていうもうなんか高齢化してるんですけど、いつもありがとうございます。なんかすいません、もう本当に楽しい動画をもうね、なんか怒られないかなって思いながらこうやってねやってたけども、なんかアルゴファイルジャパンさんのなんか話聞かせてもらえたらな。うちの会社はちょっと成り合いっていうか、歴史がちょっと複雑で、1979年だから今言うから40何年前にうちの父が創業したんですけども、もともとの大元は輸出をする貿易会社だったんですよ。はいはいはい。日本の優れた電動工具を世界に売っていくっていう輸出をする商社で、まだファックスもない頃に輸出をやってるっていう。おもろいおもろい。まあ、もちろんインターネットもないっていう輸出を始めた会社で輸出をやってて、で海外の取引先から海外のいい工具を教えていただけるようになって、で輸入が始まって国内販売が始まって、でその中でだんだんとこう知識が蓄積をしていって、そこからメーカーになっていくっていうちょっとね変わった経緯の会社なので、結局国内でいろいろお客さんがもっとこういうものが欲しいこういうものが欲しいっていうマーケティングが始まって、それでメーカーになっていく。ああ、だからもう探していくより作った方がそうなるほど。だから今でも、輸入もやるし輸出もやるし、メーカーでもあるし商社でもあるっていうちょっと変わった会社ですね。聞いただけでめちゃめちゃ大きい会社みたいな。まあこじんまりってやってます。いやいやアルゴファイルジャパンっていう名前なんで、よく海外資本じゃないかとか間違われるんですけど、まあ純粋に日本の会社で、昔は香港とヨーロッパとアメリカとニュージーランドか支店があったこともあったんだけど、もう今はこれだけで流通も情報も簡単に行き来できるようになったので、もう全部閉めて海外のうちの代理店さんにお任せをして、今はもう日本の東京の神田にしか事務所はないです。あとこのロゴねそうこれあれですね、超音波をイメージしてるんですね。一番最初うちが、海外に輸出してた電動工具っていうのは、リューターではなくて超音波研磨機なんですよ。超音波を表したギザギザなんですね。僕もこのロゴ大好きなんだけど、かっこいいよね。40年前に考えられたロゴじゃないよね。いやー、すごいですね。大好き。そうそう、僕こんなに自分の会社が好きな社長、みんな社長好きなんですけど、なんかね、こう漏れちゃうっていうのはね、本当なんか初めてなんかそういうタイプにお会いしたんじゃないかという。いや楽しいですよ。いや本当になんか愛がすっごい深くて、ねんとくんね、ホビーショー行った時もね、その愛にね、僕もファンにすっかりファンになっちゃう。とんでもないとんでもないとんでもない。もうホビーショーって何年前ぐらいからホビーショーに出始めたのは5年ぐらい前かな。やっぱそうですよね。なんか最初の頃ってなんかお見かけしなかったような気がして。ホビーの方の展示会で一番最初に出始めたのは、ワンフェス。ワンフェスに企業ブースじゃなくて、わーってある、なんていうの、いろいろある中のそうそして何年か前から企業の方に出していただけるようになってっていう感じですね。少し頑張ろうと思って SNS やったら、ミニ四駆の方々に見つけていただいて、DD フォーマーがね、DD フォーマーがで、そこからいろいろお話しするようになって、三角ヘッドを作ったりとかして、でそこからお話をいただけるようになって、ホビーの方に力を入れようっていうことで、お客さんに入荷できないのかっていうのをすごい問い合わせを受けて、でなんか問屋さんに電話したのめちゃめちゃありがとうございます。基本的にホビーの方に流通させてなかったですからね。どうやって仕入れたらいいんだろうかなであって、でホビーショーに出とられるのを見て、って思ってなんかその話させてもらったのはすごい記憶にあるんですよ。ホビーショー一番最初出た時はまだ問屋さんも一つか二つお話をいただけるかいただけないかみたいなのが
状態で、今はね本当に、そうですよね、いろんな問屋さんから声かけていただいて、注文書来るで流通がはい最初は大変だったけど、いや今でも結構ね全国の模型店さんにしたものちゃんとうまく入ってこないっつっていろいろいっぱい怒られてるんだけど、ちょっとねこれからも頑張りますんで。今年もね東京の方でどうでしたか？この前の静岡ホビーショーで、憧れの最高尾札を初めて持つっていうレジの最高尾札を初めて作るっていうガヤノーツさんとか、ね、ゴッドハンドさんとかのところで最高尾札やってるの見ていいなってずっと思ったの。ついにうちもっていうのを本当にありがたいですけども、もちろんねアルティマ7 5E 発売と大品種のところはやっぱお客様のところにかなり注目していただいて、みんな注目してた。アルティマ7からちゃんとプレスリリースを打つようにしたんですよ。会社としてちゃんとしようと思ってあんまりね工具業界ってプレスリリース打つとこないじゃないですか。ちょっと面白いかなと思ってプレスリリースちゃんと書こうっつってプレスリリース決めて、情報公開日と発売日とちゃんと決めてやるっていうのを7から入ったんですよね。それがちゃんとお客さんにうまくこう情報が伝達したので、うまくいったのかなっていう、お祭りとしてね、発売をお祭りとして、楽しんでもらえてるのかなっていうふうには思って。一番最初は問屋さんのブースにご挨拶行っても「はい」みたいな感じだったんですけど、今は本当にお客さんがねこれだけやっぱ支持していただけてアルゴファイルの知名度が上がってきたので、問屋さんの方からうちの方にブースにわざわざ来ていただけるようになったりとかしても本当にありがたいですね。皆さんがこう盛り上げてくれるからこそやっぱりそれが模型店さんを通じて問屋さんに行ってで問屋さんの方で騒ぎになるっていう、上からじゃなくて下からのこう盛り上げでうちが支えられてるって感じはすごく強くしますね。エゴサするの楽しいですよ本当にお客さんが SNS、Twitter とかでうちの工具買ってよかったとか使ってよかったとか、こういう風に使ったらもうこういったとかいうようなことを本当に皆さんが好意的につぶやいていただけてるので、本当にありがたいですね。本当にだからユーザーのところに支えられてここまでね名前を皆さんに知っていただけるようになったんだっていう感じはすごく強くしてますね。やっぱり一番こう一つの大きな転機になったのはやっぱりアルティマ5の発売ですよね。こんなに売れると思ってなかった。こんなに売れると思ってなかった。だってね、いろんな人が YouTube でもね上げとられて、だから僕が上げる時だいぶ遅いぐらいでいろんな人の動画見てこうやってなるほどなるほどって言って勉強になってきて、安りかけだけの機械だし、値段もそこそこだしね、売れると思ってたんですよ。売れるとは思ってたんだけど、ある程度のキャパシティのところで止まると思ってたんですよ。ニッチな商品だから、やっぱりこれを使う人っていうのは限られた人たちだろう、先端の頑張ってる模型作ってる人たちだろうっていうふうに思ってたんですよ。蓋を開けてみたらどんどんその使う層が広がっていくっていう感じが、こんなにこれを使う人っているのかっていうどんだけみんな安りがけに苦労してるんだっていう1万台を超えてもまだどんどん注文数が右肩上がりで増えていくっていう状態がまだ続いてますね。だから逆に言うと本当にこの頃、5E も7もちょっと生産が追いついてなくて、ユーザーの方とか販売店さんとかもちろん問屋さんにもそうですけどもご迷惑ね供給のところでかけてしまってるっていうところは本当に僕は申し訳ないなと思って、今なんとかね年末の年始のところには供給が安定するように工場の方にも頑張ってもらってるところなんだけどうまくいくといいな。上位互換と思っていただけていいと思います。結局その間にアルティマオートトルクが始まってるじゃないですか。オートトルクの機能を7にぶっ込んだらどうなるんだっていうのに気がついてしまったので。でもこれはやってみたくてしかないけど、それでね、だからさっきも言ったようにうち木工の方もやるじゃないですか。アルティマ5は木工には使えないんですよ。抵抗が強すぎて木削るのは。だから7のパワーは模型に必要かって言われたらオーバースペックかもしれないっていうふうには思います。正直ね 5E でも十分だっていうふうには思うけれども、でもやっぱりそのパワー感みたいなのは違ってはくるので、うわ違うっていうほどは多分違うね、模型で使ってる分には。素材を変えると分かってくるってことなんですね。なるほどなるほど。
あと5E と7の違いは、この前の全日本模型ホビーショーで死ぬほど聞かれたので、でしょうね。いやなんか僕もすごいちょっと気になってて、5が出て7が出るのは分かるんですよ。そこで 5E が出るから、あれこれどういう位置づけなんだろうと。買いやすい値段にもうちょっとしたいって、ただ作るのにコツがかかってるので、ビットは単体でも発売をしたので、ビットの数を減らして、内容物減らして、いわゆるシンプルなセットとして 5E を出したんですね。そうなんですね。まあ結局1万円を切りたかったんですよ。ああ、なるほどですね。いろんな企業努力というかされたんですね。セブンが出た時に駆動部分だから回転を前後に変えるところのパーツですねの精度が上がったのは、それをそのまま 5E にも流用できたので、回転の精度は 5E の方が5よりも上がってるんですよ。だから音は静かだし、ストローク数を上げてもあんまりブレが少ないっていうのは向上はしてます。うちの会社は開発チームが開発するんじゃなくて、社内全体で誰でも開発していいっていう会社なので、営業チームも開発するし、下手したら営業事務とかうんぬんのところもアイディア持ってきて、それが製品になったりもするし、製品開発の会議みたいなのは営業も開発も下手したら出荷のところも含めてみんなで話したりとか。だから結構揉めますよ。まあ人がでも素敵なことですね。なんかこういう商品が欲しいっていうのを会社のいろんなところから出てくるってことですもんね。技術の方から出てくるアイディアと、あとさっきみたいにユーザーの要望から出てくるアイディアと、それ、逆に言うと開発の方から出てきてもマーケティングをしてるとそれは売れないんじゃないかみたいな話と、じゃあもっとこうしようみたいな話がやっぱり社内でできるのが面白いですね。なんかね、素敵だね。なんかね、そのホビーショーでなんか新商品の案内とか、ダイヤフィニッシュがものすごくびっくりするご評価をいただいてて、これねデザインナイフみたいなね、パッと見ね形してるんだけどね、完全にデザインナイフですよね。デザインナイフの刃に電着ダイヤをつけたっていう、カットはできないんですもんね。カットはできないです。逆に言うと手滑っても切れない。デザインナイフよりはそういう意味では安全。今やっぱりガンプラも細かいし、あとはやっぱ美少女系のキットを髪の毛とか指の間とか、あとは筋彫りやった後の修正なんかにも結構使っていただいてますね。電着ダイヤっていうのは粒が均等についているので、押しでも引きでも使えるから、もともとリューターのビットを作ってる電着のダイヤだから何万回転で回転をさせて金属にガリガリガリってやるのを前提とした電着だから、なるほどだから強いし、だから脱流って言って粒が取れちゃったりとかも少ないし、層も厚いしね。ホビーの方に出てきたのは10年に満たない状況ですけど、それまではずっともうその前の30年はプロを相手にずっとお仕事をしていた、商品を供給していた会社なので、そこの要求に応えられる商品であるっていうことが基本的に前提なので、逆にうちみたいなそういうプロを相手にやっていた会社が受け入れていただけるようなホビーの市場になったからうちが出てこれたっていうところもあるんですけどね。皆さんやっぱり本当にいい工具を使えばいいものが作れるんだ、時間が短縮になるんだっていうことをみんながこう分かってくれるようになったから、うちみたいな会社がこうやって出てこれるようになったっていう、これはやっぱり10年前とそこのところではお客さんの工具に対する考え方が圧倒的に変わったので、それはすごい感じるっすね。僕もやってて。DD フォーマーはもちろんうちが一番最初にミニ四駆業界の方々に見つけていただいた記念すべき商品なんだけど、名刺サイズの電着のヤスリ、あとはポンと置いて面出しができる、それでもっとでかいのが欲しいっていうふうに言われて作ったのがこいつ。でかいこれはもともとミニ四駆の人はこれタイヤを削るのにね、真っ平らなところにね置きたいっていうので、ちょっとこれミニ四駆に合わせたわけじゃないミニ四駆に合わせたわけじゃない大体同じぐらいの大きさ超ぴったり大きさの比較がとても分かりやすい。このまま前後いっぺんにこうねやすれちゃうんじゃないかっていうねこれもユーザーからの要望で作った商品ですね。はい。これをねボックスにちょうど合うんでね、これもそのまま入れてもらってね重りみたいな。そう
あとはなんか社長が今一押しというか、これうちがもともと持ってた商品なんだけども、再注目をされてるのがスピアダイヤっていう、いわゆる曲がりにくいでも折れないっていう素材の選定のところから相当頑張って作ったやつで、本当に細かいところ、やる。だってこの細さでやっぱ力入れたら折れちゃいそうなね気がするけど、折れにくい素材でっていうことですね。このピンバイスも実は開発に時間かかってて、これを掴もうと思ってるから、普通にやるとヤスリで削れて中ずってっちゃうんですよ。ああ、なるほどなるほど。普通のやつだとわざわざこのピンバイスの先焼き入れしてやるんですよ。ピアダイヤを開発するよりもピンバイスの開発の方に時間かかってるっていう。スピアダイヤだけを買えばいいんじゃなくて、やっぱピンバイスもセットで考えた方がいいんですね。あとピアナイトっていう風に言って、紙やすりを三角にちっちゃく丸めたっていうリューターにつける、それが最近またもう一回注目されてて、でそれ生産量がかなり限られてるので注目されすぎて今品物がないっていう欠品が起きてるっていうぐらい本当に面白くて、ダイヤフィニッシュが出たことによって細かいとこをやるっていうことのニーズを支える商品としてもう一回再注目されるっていうのが最近の一つのトレンドっていうか感じにうちはなってますね。一つの商品のヒットの影響力って面白いなっていうのをすごく感じてますね。そう一つ地球堂さんの方ですごくいい動画作っていただいたのに、超波洗浄機がその直後に発売終了してしまって、それは本当に終わりがしないといけないと思って申し訳ない。あんまりここで来年の夏までには出したいかな。進んでます、新しいやつ。そうなんですね。わかりました。はい、ちょっといろいろごめんなさい。でもなんか完全になくなってもう白紙になったわけじゃなくて、そうですね。あれがうまくまとまればそうです出すという。はい。僕動画大好きで、ドラえもんでこんな時に使いました。メガネの汚れまで取れちゃう。あれ大好きだったので、いい製品ちゃんとしっかり開発して提供しますので、よろしくお願いします。ではですね、この辺りで締めさせてもらって、いっぱい喋りました。締めさせてもらって、もう竹田でございます。もうね、ずっと喋ってられますもんね。3時間ぐらい。全然余裕ですね。いけますね。ありがとうございます。またね、別動画でちょっとリューターの方をね、紹介してもらえたらと思います。よろしくお願いします。引き続きよろしくお願いします。それでは今日はこんな感じで終わっていこうと思いますが、よろしいですかね。はい。面白いと思った方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。なんかニュースみたいな終わり方ですね。